はい、さそり座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月後半のタロットリーディングをさせていただきます。いつものように星の解説と最後にオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。それと6月9日に占星術のワークショップを開催できることになりました。概要欄にね詳しい詳細を載せていますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。占星術が全く初めての方でもわずかな情報で深く自分を知ることができるよっていう体感ワークになっていますので、オンラインでもできるし、会場にお越しいただける方はぜひこの機会に会場にお越しいただければと思います。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。はい、それでは、行きます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードキング逆、ワンドナイト逆、ソード10の逆、ワンドの8逆ですね。そしてワンド6逆とソードの2の逆とカップキング逆、全部逆はい、そしてペンタクスのクイーン逆とワンドの7逆とオラクルはソードの7でした。全部逆かと思いましたらね、1枚だけでしたね。はい、ちょっとまず先に星の話をさせていただきたいんですけども、今ちょうどねそのパートナーシップがすごく重要視されていた、強調されていたと思うんですが、この5月20日以降っていうのはより深い信頼を築いていくような流れが始まると思ってください。また5月の23日の満月では、この満月っていうのは何かね発展していくとかポジティブに肯定的に何かを広げていきたいみたいなエネルギーなんですが、この広げていくとか広がっていく、大きくなっていくっていうことは勝手に膨張していくというよりは、しっかりとその軸があってこそそれは伸びるとか広がるっていう形なので、ご自身が本当にどうしたいのかという自分のマインドっていうのもすごく大事になってくるんですね。ですので自分の感覚、自分の価値っていうものが、5月23日っていうのは強調されて、そこを際立たせて感じられるようにいろんな出来事が起こってるんじゃないかなと思って捉えてみると、起きてる出来事に飲まれずに済むと思います。そして5月24日以降もですね、華やかな金星とか愛情とかお金っていうものが遠くからやってくるよみたいな流れに入ってきますので、自分がこれをしたからこれが得られるっていう、そういうシンプルな流れではなく、過去に自分が起こしたことの恩恵が今やってくるとか、実は気づかなかったんだけどずっとこういうサポートが届いていたんだっていうことを知ったりとか、何か深い愛情とかね、信頼っていうものがどんどん増えてくるだろうなっていうのが、この後半の流れですね。そしてさらに5月26日以降はいよいよ今年の後半のテーマということで、木星も双子座に入るので、縁の下の力持ち的な自分が誰のサポートをしていくのかとか、自分の信頼っていうものを見えないところでコツコツと築き上げていくみたいな流れになります。ただこれは見えないものが強調されているっていうことなので、そういった信頼とか自分の価値っていうところなんですけれど、外側から言うとすごくサポートが届いている時なんですね。これはその先祖だったりとか親だったりとか自分のルーツから来るサポートもあれば、実は他者はすごく自分のことを温かく見てくれていたとか、何か宇宙の恩恵みたいなものをしっかりと受け取れるよということで、すごく物質社会ではない精神世界の話とか感性っていうのも開いて感じるものが深くなっていくなっていうのがこの5月26日以降の流れです。でその流れを踏まえた上でちょっとカードを見させていただくんですけれども、なんて言ったらいいのかな、ちょっと現実がどうこうっていうよりも意識が上滑りしているみたいな感じがします。すごいいろんな可能性があって、あの人との関係はどうなのかなとか、これからこのビジネスはどうなるのかなみたいな、すごくいろんなエネルギーがあるんですけども、全部その現実というよりは自分の頭の中で繰り広げている物語に自分がまるで飲まれてしまっているみたいな感覚があります。ですので
本当にしっかりとどっしりと自分が地に足つけて今という現実を生きているならば、今というこの瞬間を感じられているならば、何の心配もないんですけれども、何か策を打っておきたいとか、もっと得する方法だったりとか、誰かに嫌われない方法だったりとかっていう、例えば誰かに嫌われない方法っていうのはもう本当に空想の中だけの話ですよね。本当に嫌われてるかどうかなんてわからないのに、それに対しての策を一生懸命練るっていうのは、ちょっと現実的なエネルギーといえばちょっと空想的なエネルギーになるので、その中で何か必死になっていることがないですかっていうことで、一旦ちょっと自分を振り返り、今の自分にとっての現実って何だろうとか、自分が一番大事にしたい自分自身は今どういう状態だろうということを体感していただくと非常に落ち着くかなっていうふうに思います。なのでベースがどういう状態かによってすごく変わるんですけれども、カードで見る限りはもしかしたらその他者に対しての気遣いが、よく言うと気遣いなんですけども、悪く言うと犠牲精神だったりとか、人の顔色を伺いやすいっていう風に出やすいなと思ったんです。そして自分が傷つかないように、もしくは傷つけられないように自分が硬くなっている、誰かに対しても責められないように塩みたいなね、ちょっと硬くなってるなっていう感じがあります。ですからのびのびと生き生きと自分らしい行動っていうのがあんまりできてなかったのかなっていう風にカードからは見えます。おそらくそれは過去に自分が思い切って何か言ってみたりとかチャレンジしたことっていうものがその望むような結果ではなかったというか、むしろ傷ついたみたいな結果になったのかもしれませんけれども、自分が自分のために起こした行動っていうのは結果がどうであれ全てプラスだと思っておいてくださいね。結果がどうであれです。その時の自分にとっては都合の悪い結果だったかもしれないけれど、そこで起こした行動っていうのは自分のための努力であり、自分のために起こした行動っていうのは素晴らしいかけがえのないものであって、それを起こせた自分を誇りに思ってほしいんですね。そこでちょっとトーンダウンしたりとか、またうまくいかないんじゃないかとか、もう傷つきたくないっていうふうに自分の可能性を全部狭めてしまうっていうのはちょっともったいないなとも思いました。でなのでご自身は体感というかね、体的にというか今の状況がそんなに万全じゃないと感じている中で一生懸命やろうとしてるっていう感じがするので、できることだけをやればいいっていう感じもします。で状況はなんか目まぐるしく変わる感じがするんですね。一つずつ自分が確認して、一つ確認して OK じゃあ次とか、一つ確認して OK じゃあ次っていう形ではなく、もう分かっているか分かっていないが関係なく状況に流れていきますみたいな感じなので、自分が全てを把握できていないとか準備ができていないっていうことを引け目に感じることなく、今の自分はこうだからっていうところで収めていってほしいなと思います。ちょっと見てみようかな。なんとなく言いたいことも分かりますかね。自分が例えばパニックになってるとか動揺してる時っていうのはもう何が何か分からないし、何が起こってるのかも分からないけれども、自分がものすごく落ち着いているとどこで何が起こってるか、それはなぜなのかっていうのも全部分かるっていう風に、自分の状態がどの状態にあるかによって現実が全然違うんですけれども、今回ちょっと見えてるこのカードの、流れっていうのは、もしかしたら自分が少し浮ついていたりとか、ちょっと自分を防御しすぎてる、防衛に入りすぎていて、現実よりも現状よりも現実よりももっと悪い状態なんじゃないかっていうふうに思うことによって、無駄に防衛本能が強くなったり、ガードするエネルギーとして使ってエネルギーが消耗してるんじゃないかっていう感じです。そして未来の流れっていうのもいやきっといいことがあるっていうよりも、嫌なことがあったら嫌だからこうしておこうみたいな感じになってるのかなと思ったんですね。なのでまず一つはやっぱり自分の体体や今の気持ちの状態、精神がどれぐらい落ち着いているかっていうところを一つの目安にしてほしいなと思いました。どれだけ落ち着いているかで、これはどんな人でも余裕がなくなったら必ずバランスを崩すものなので、自分が弱いからとかダメだからってことは一切関係なく、どれだけ自分がこれまで頑張りすぎたのかなとか、人に気を使いすぎたのかなとか、自分を責めすぎたのかなっていうところで自分を整えるようにしてください。整える、精神を収める、
興奮しすぎていたものを収めるとかもそうだし、そういうちょっとねバランスを保つっていうことが一番大事だなと思いました。ここでもジャスティスの逆とかソードの3とかワンドの10ってことでめちゃくちゃ頑張ってるなって感じがあるので、どんだけ強靭なね体力があってもやっぱり体が疲れると人っていうのは、ね、イライラしたりとか、ちょっと自分にもなんかツンケンした誰かに対してとか自分に対しても優しくなれないっていうのもあったりするので、なんか悪循環に陥らないように自分で自分を整える、しんどかったら休むとか自分にちょっと優しくするとか、優しさや愛情を受け取るスペースをきちんと持つっていうことですね。時間もそうだし感覚もスペース的にもね、それを心がけてみてください。そうすることによってやっと他者の優しさを感じることができる。あれは私のことを思って言ってくれてたんだなとか、実は思ってくれてたんだなみたいな優しさをやっと受け取れるって感じです。なんかそれを受け取りたいんだけど突っぱねてる、跳ね返してるみたいな感じがありますので、ゆっくりと、ね、背中をさすってあげたいっていう感じですかねこれははい、そしてそうですね、ちょっとねオラクルがソードの7なので、誰かのやっぱり目を気にしてたりとか、誰かからの反応をすごく気にしてたり、または自分が本当にやりたいこととその状況を合わせた時に自分ができることっていうのをなんか比べてるような感じがしますね。本当は自分がやりたいのが A というやりたいことがあるけれども、今の状況だったら B なんじゃないかみたいに自分の中で本当に望んでいるものを置き換えているような感じもします。なんだか本当は望んでいたこと、本当はずっと望んでいたことを後送り先延ばしにしていたりとか、それが本当にダメになったのが怖いから見ないようにしたりとかってしてるのかなと思うんですけど、ここまでの流れでですね、例えば5月20日までの流れでご自身がどのような関係性の中で自分を発見できたか、新しい自分を発見できたかっていうものを思い出してくださいね。ここまでの流れの中で他者にどれだけ愛されたかとか、どれだけいい人と関われたかっていうことは問題ではないんですね。どんな人と関わろうとも、いい人も悪い人も嫌な人も、どんな人と関わろうとも自分がどうであれたかっていうのが全てなので、それがどんな結果であったとしても、どんなことを経験していたであったとしても、ここまでの中で十分に準備はできているはずなので、その自分が経験した自分っていうものを誇りに思い、こんなことを経験できた自分っていうのは素晴らしいなって、人として磨かれたなっていうふうに思って現実を見て、現実を捉えて過ごしてみてほしいんですね。もっといい状況にしなくっちゃとか、何かしなくっちゃっていうふうにすごく焦って何かをつかもうとするのではなく、今の自分でできる最高の状態を体感してほしいなと思いました。そしてその喜びをなんか一緒にシェアしましょうねって言って待っている人もいるっていう感じがするんです。ただご自身はその余裕がないっていう感じがするので、ちょっと昔の友達だったりとか知り合いだったりとか、感情を普通にシェアできる人と関わって収めてほしいなっていう感じがします。とても自分の立場がとても悪いとか状況が悪いんだっていうふうに思いがちなんですけど、本当にピンチはチャンスじゃないですか。その状況でも違う側面から見たらこんなチャンスがあるとか、こんなふうなことを学べたっていうのがあるので、今見えてる現実の世界だけじゃないよっていうお知らせだなというふうに思いました。ですので、特にねパートナーシップとか契約とかお仕事とかってなるとすごくハートが響くと思うんですけれども、それお仕事でもビジネスのパートナーシップでも恋愛でも友達でも同じで、今自分がどれぐらい疲れてるのかなとか、どれぐらい自分に無理してたのかなっていうことを客観的に捉えて、自分を大事にする、自分を慰める、自分を愛するっていうことをしていくことで非常に今まで気づかなかった愛をやっと感じることができるんだなっていうふうに思いました。
はい、なのでビジネスで言うと、ちょっとこれビジネスの漢字ではないんですけれども、ビジネスで言うと、なんかまるでライバル会社に先越されないように必死で頑張ろうとか、情報を漏れないようにこなんとか操作してやっていこうとかっていう、すごくなんとか小手先でうまくやっていこうみたいな感じがあるんですけれども、本来のその会社の強みだったり、本来の自分の良さっていうもので勝負してほしいって感じですかね。そうすることで、その今想定している流れではないところから恩恵が来るよっていう感じがするんです。でその恩恵が受け取れるかどうかっていうのは、どれだけ自分が今の自分を認めて落ち着いて現状を捉えているかによって見えてくるものも違う。そしてなんだかまるで自分が本当に思ってるのはこれなのに、今のこの状況で考えたらこっちにするしかないよね的な、ちょっと自分の真実を歪めて現実を作っているような感覚がちょっとしてしまうので、何にそんなに気を使っているのかなとか、もし自分の意見はこうだけど会社の方針としてはこうなんだみたいなのがあるとしたら、やはりダメ元でその上司に言ってみるとか、自分の真実を語ってみるっていう風にすることで、何かね突破口があるような気がするんですよね。まあ一旦それは壊れてもいいじゃないかみたいな、でもそれによって本当の自分の思いだったりなんか願いっていうのがこう消化するっていう感じがするんですよね。なので周りや状況に飲まれて、自分は生きていくためにはこの状況を我慢しなければいけないんだっていう風なこう捨て身の覚悟ではなく、どのような状態であっても自分というものを保っていけるんだと、そのためには自分の体力、気力、精神力を整えてみようみたいな感じですかね。そうすることで本当にね、夜が明けていきます。ちゃんと受け取れるものを受け取れる、全員が敵じゃないっていうね、ちゃんと味方がいたとか、こんな応援が来ていたっていうことをちゃんと感じられると思います。はい、ちょっとそんな感じかな。ちょっとオラクルカードも見させてください。はい、よいしょ。なんとリラクゼーションというカードが出ました。このカードをゆったり眺めて、ご自身でも感じるメッセージがあれば受け取ってみてください。これ本当に今のさそり座さんにぴったりな感じがしました。自分にとってね、幸せな時間を持ってくださいねって、ゆっくりと休んで幸せな平和なね時間を体験してほしいなと思います。それが全てを綺麗にしていく道かなって感じがしました。はい、ということでここまでにしておきます。また次回5月の末ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。もし何かしら良かったよとか分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。チャンネル登録もまだの方はしていただけると嬉しいです。はい、ということで今回もありがとうございました。ぜひゆっくりとお休みください。失礼します。